こんにちは。桜の間日本語ルームのゆきえです。今回は新生活でよく使う言葉をお話しします。チャンネル登録、高評価お願いします。CC を押すといろいろな国の翻訳で見ることができます。それでは始めましょう。新生活は新しい学校に入学したり、就職して会社に入ったり、新しい生活を始めることです。転職や引っ越し、結婚して結婚相手と住み始めたりすることも新生活と言います。まず一つ目。新しい友達できるか不安だな。小学校や中学校、高校などに入学したら、初めて会うクラスメートがいます。新しい友達ができるか不安になりますよね。日本語では、友達を作るとも言いますが、友達を作るは友達になる前、これから人と友達になりたいと思っていて、そのために自分が動くときに使います。例えば、日本人の友達を作りたいから、交流サイトを使って友達を作る。学校に入った時などは、自分から友達を作るというわけではなくて、自然と友達になります。そして、友達になった後は、友達ができたと言います。友達ができる前は、友達ができるかなという言葉になります。二つ目。新しいノートや文房具買わなきゃ。何が必要だっけ？新しい学校に入ったら、ノートは新しくしたいですよね。日本では教科書とノートを使って授業を受けます。高校生以上になると、パソコンで授業を受けることも今は多いみたいですが、ノートもまだまだ使います。文房具というのは、ノートや鉛筆、消しゴムなどのことです。学校が上がると、文房具も今までよりも大人っぽくしたいと思うかもしれません。ただ、学校によっては、持っていく文房具にルールがあって、今まで使っていたものが使えなかったりとか、指定されている場合があります。三つ目。何々ちゃんは何中学校だったの？どこに住んでるの？日本では、小学校と中学校は自分が住んでいる近くの学校に行くのが一般的です。私立の学校で電車に乗っていく子供もいますが、一般的には公立でうちの近くの学校へ行きます。だから、小学校と中学校は同じ友達がいる場合が多いです。でも、高校になると、公立よりも私立に行く人の方が多くなります。今は公立も電車に乗っていくことが増えたので、高校に入ると全員知らない人という場合も多いです。私も高校に入った時は全員知らない人でした。だから出身中学校や今住んでいるところを聞くことが多いです。四つ目。学校どうだった？初めての学校から帰ったら、ほとんどの親が聞くんじゃないでしょうか。親は自分の子供が学校でどうだったか
気になりますよね。5つ目、クラスの子はいい人ばかりだったよ。友達になれそうな子がいた。これは、学校はどうだったの答えです。どんなクラスメートがいたかを答えます。クラスメートとは言わないで、クラスの子ということが多いですね。6つ目、担任は優しそうだったよ。担任ちょっと怖そうだった。担任はいい感じだったよ。担任の先生がどうだったかもよく言います。日本の学校には担任がいます。そのクラスの生徒の進学や生活の指導をしたり、クラスにお知らせを伝えたりする、そのクラスのこと全部をする先生のことです。7つ目。明日からもう授業だって。学校によって入学後、いつから授業が始まるかは変わりますが、高校になったら入学後すぐに授業が始まることがほとんどだと思います。もうは早い気持ちを表す言葉です。入学してから授業までの時間が早いという気持ちを表します。明日からお弁当お願いね。高校生はお弁当を持っていく人が多いです。学校に食堂がある場合もありますが、学校の食堂はあまり美味しくなかったり、節約のためにお弁当を持っていく人が多いです。私の高校には食堂がなかったので、お弁当を持って行ってました。売店はありましたが、パンしか売ってなかったです。9つ目。数学の先生厳しくない？宿題多すぎ。友達と教科の先生の話をします。宿題もあると文句を言ってしまいますよね。皆さんは学生の時、宿題がたくさんありましたか？ 10 個目。部活何に入る？高校に入ると自分がやりたいことがその学校の部活にあれば部活に入ります。実際、部活に入って活動した方が大学の受験に有利になることが多いです。私は高校ではソフトボール部に入っていました。毎日ソフトボールをしていました。1年間に休みが5日ぐらいだった気がします。高校3年間は土曜日も日曜日も夏休みも春休みも冬休みも学校が終わった後もいつも部活をしていました。11個目。家電セットで安いやつ買おう。就職すると一人暮らしをする人が多いです。まだお金もそんなにないし、一人暮らしのためにお金も使うので、家電はセットで売られている安いものを買いたいですね。3月になると、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなど、生活に必要な家電をセットで安く売る店が多いです。12個目。明日から新社会人だ。仕事うまくできるかな？新社会人は大学や高校を卒業して初めて働き始める人のことです。今までアルバイトしたことがある人でも社員として働くのは不安ですよね。13個目。同期が少ない。同期が意外と多くてよかった。同期は同じ時期に会社に入った人のことです。年齢や職歴が違っても
同じ時期にその会社に入れば同期になります。同期がいると気持ちが楽になりますよね。逆に同期がいないと不安になりますよね。14個目。新入社員のさくらです。よろしくお願いします。新しく入った会社では、いろいろな人に挨拶をします。15個目。すみません、今何をしたらいいですか？何々を教えていただけませんか？初めてですから、何をしたらいいか、仕事の内容もわかりません。先輩に必ず聞きます。聞かないで何もしないということがないようにしたいですね。16個目。働くのしんどい。もうやめたい。働き始めて数日は慣れないことばかりで大変、辛いと思うことが多いです。しんどいは大変とか辛いという意味です。3ヶ月ぐらいすると慣れてきてその気持ちが薄くなりますが、入ってすぐはやめたいと思う人が多いです。17個目。疲れた。有給もらえないのつらい。有給は大抵その会社に入ってから半年経たないともらえません。その間は休みたくても休めませんし、体調が悪くて休むと欠勤になって休んだ日の給料はもらえません。入ってすぐは一番休みたいのに休めないのは辛いですよね。18個目。先輩に怒られちゃった。仕事を始めたら誰でも失敗はありますよね。怒られることもあります。辛いですよね。19個目。ずる休みしちゃおうかな。ずる休みは病気とか休まなきゃいけない理由があるわけじゃないのに休むことです。サボると同じ意味です。新入社員は辛いからずる休みしたくなりますよね。新入社員じゃなくてもずる休みしたくなることがありますよね。楽しく働ければいいですね。20個目。先輩が優しくてよかった。楽しく働けそう。新入社員は辛いことばかりではありません。先輩が優しかったり、好きな仕事だったり、少しでも成功して褒められたり、そうすると楽しく働くことができます。辛い気持ちがあっても少しでもプラスになることがあれば嬉しかったり楽しいという気持ちにもなります。今は楽しく働きやすい会社を目指している会社が多いですから楽しく働けるようになってきてるんじゃないかなと思います。今日は新生活に使う言葉を20個お話ししました。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。